おはようございます。阿部義俊です。今回は珍しく、ガジェットの話です。ヘッドホンの話ですね。先日 Amazon でちょっとセールだったのかな。サウンドピーツという中国のメーカーのヘッドホンを買いました。なんだろう、もともとこのサウンドピーツってメーカー名を聞いた時にはなんかビーツのすごくこうパチモンっぽい印象を感じてしまってあんまりいい印象を持ってなかったんですけど、実際に実機を買ってみたら、なかなかよくできていて、値段も安いしなんかいいメーカーだなとちょっと見直しましたね。ペン BBS っていう、万年筆の話になっちゃいますけど、中国のその万年筆のメーカーがあって、非常に品質の高い万年筆作ってるんで評判の高いメーカーなんですけど、この間アリエクかな見ていたらペンPPS っていうパチモンのメーカーを見かけて、ちょっとそれをちょっと思い出したりしたんですけど、それはいいんですけど、もともと自分はショックスっていう、メーカーが好きで、ショックスはもともと骨伝導のそのヘッドホンを作ってるメーカーで非常に評判が高かったわけですけど、最近になってオープンフィットっていうオープンイヤー型の耳の穴とかにこう直接こうグッと入れるタイプじゃなくて、耳に引っ掛けて、ふわっと音を出してその外の音を全部聞こえるし、ヘッドホンからの音も非常に自然に聞こえるというタイプのヘッドホンを出して、でこれを気に入ってよく使ってるんですけど、なんでヘッドホン急に買ったのかっていうと、うちは、別になんかゲーマー一家というわけではないんですけど、任天堂スイッチのスプラトゥーンっていう今スプラトゥーン3ですけど、ゲームだけなんか家族全員非常にハマってよく家族4人で一緒に遊んだりするんですけど、そうするとリビングでみんなでゲーム機をなんか並べて遊ぶことになって、音がごちゃごちゃになって分かりづらかったりして、その自分の音を自分で聞きたいなと思うようになって、だんだん家族全員みんな上手くなってきて、奥さんが今X マッチに上がったのかな、ゲームサウンドスプラトゥーンやってない人は分かんないと思いますけど、割とそのランクの高いリーグに入っていて、11歳の長女が S プラスに上がって、で、下の7歳の子はなんかランクマッチをやるのが嫌だって言って、ランクマッチ参加してないんでまだ B とか低いんですけど、ただ実力的には全然僕よりも上手かったりして、僕だけやっと S に上がって S プラスに上がれてないという状態なんですけど、でもそのぐらいのランクになってくると音が聞こえる聞こえないが結構大事になってきて、足音とか音をちゃんと聞かないと勝てなくなってきたんで、最初はこのショックスの、これはかなり昔に出たやつですけど、オープンムーブっていう、ショックスのシリーズの中では多分一番安いモデルかなになるんですけど、これを使ってやってたんですよ。ただ何か違和感があるんですよね。でしばらくやってみて気づいたんだけど、かなり遅延してるんですよ。1秒まではさすがに遅延してないですけど、0.5 秒よりもちょっと多いぐらい遅延をしていて、もともとこれはだからゲーム用のヘッドホンじゃないんで、こんななんだなと思ってびっくりして、で、オーディオテクニカの ATH-AVA300 っていう、これはまた随分安いモデルですけど、多分どこだっけな、アマゾンかどっか中古のヘッドホン売ってるショップで1300円とかなんかその1500円しないぐらいで、買ったんですよ。もともとも多分、かなり安いモデルで、ただその割には割と音が良くて、これで、聞くと遅延は当たり前だけど有線なんで、全く遅延はないんだけど、このケーブルが割とやっぱりちょっと鬱陶しくてなかなかこう使わなくなってしまって、でそうなってくるとやっぱりワイヤレスでなんか遅延がなるべく発生しない、モデルはないもんかって探していて、話がやっとここに来るんだけど、サウンドピーツのエアー3かな、あともうちょっと安い4000円台のモデルでも何かあったと思うんだけど、低遅延のモードが入っていて、スイッチでもあまりその遅延が発生しないということで、検索するとよくそれが出てくるんで、それでこのサウンドピースというメーカーに興味を持って、でコーデックがいろいろあって、APTX-LL っていうファルコムかなんかが定めたコーデックがあって、でそれを実装しているものは遅延が少ないらしいんですね。40ミリセカンド以下に抑えられるみたいなことで、これも一応対応していたんで買ってみました。で結果から先に言うと、このショックスとかのそのゲームモードに対応してないタイプの Bluetooth のヘッドホンに比べると格段に遅延は少なかったです。ただやっぱり有線のものに比べるとわずかだけど遅延はあって、そうだな、なんかもうちょっと僕が上手くなってきたらそれが気になるというか、その致命傷になるような気がしなくもないけど、今のところはこれによって何か一瞬のその遅れによって負けるみたいなことは今のところはそんなに気になるほど発生してはいなくて、なので今快適に使えていますと。
でこれ自体はノイズキャンセリングの機能も入っていて AirPods Pro とかと同じで外音取り込み、ノーマルのモード、ノイズキャンセリングみたいなものをそのボタンを押すたびに切り替えることができて、その外音取り込みも非常によくできていて、外音取り込みにすると外の音を、この骨伝導のタイプとかオープンフィットとかと同じようにその外の音を全部普通に聞くことができつつゲームの音も聞こえるみたいなモードで、ノーマルはその普通にヘッドホンつけてる時のモードで、ノイズキャンセリングはその外の音をできるだけシャットアウトするんで、これはかなり強力で、なんか上の子とかに使わせてみたらびっくりしてましたけど、外の音を全く聞こえないということではもちろんないですけど、かなり抑えてくれて、その代わりそうだな、慣れるまではちょっとこう圧を感じるっていうか、なんかそんな感じはちょっとありましたね。あとはいいところとしては、ここにいつも僕はそのヘッドホンの類をこういうやつとかもそうだけどつける時にどっちが右だっけみたいなもんでわちゃわちゃするんですけど、ちゃんと覚えろって話ですけど、こいつはここに分かりやすく LR ってすごい書かれていて、これは個人的にはポイントが高かったです。つけ心地自体はここのクッション素材も昔に買った坊主のクワイアットコンフォートみたいな感じのふわっと柔らかいタイプので、その合皮の素材のやつであんまり圧迫感がなくて、長時間でも多分まだそんなに長時間使ってないですけど、疲れなさそうっていう感じで、そのあたりはいいかなと思います。もしかすると暑い時期とかに蒸れるみたいなことはあるかもしれないですね。でちょっと後で遅延がどのぐらいなのかっていうのをちょっと見てみましょうかね。動画で撮って、何フレーム遅れてるかみたいなことを調べると多分遅延がどのぐらいなのか分かると思うんで、ちょっとやってみようと思います。というわけでスイッチを起動して遅延の具合を測定してみようと思います。一回 OBS で収録したんですけど、 OBS で撮っちゃうとちょっと誤差がうまく測定できなくて、この DJI Pocket 3で直接画面を撮影して、ここで例えばそのボタンを押すところを一緒に映しながらやるみたいなことをやって遅延の具合を測ってみようと思います。とりあえずこの本体のスピーカーから直接出ている、要するに遅延がゼロのモードですね。画面にいろいろ映り込んじゃってるかな。ここがボタンだから、ここでこう見せる状態にしておいて、打ちますけど、ロボットボムを投げるじゃないですか。爆発の音と、映像が完全に同期しているのがわかりますかね。爆発した瞬間に音が鳴っている。これがスピーカーから直接遅延がゼロの状態になります。で、次に、オープンムーブを、起動します。これが遅延が割と大きい、要するにゲームモードのないヘッドホンで、やった時の状態で弾を撃ちますけど、せーの。押した瞬間に弾はもちろん映像としては出るんだけど、音がちょっと遅延するの分かりますかね。ちょっとじゃあ爆弾投げてみますけど、せーの。爆弾も、このピューンって投げる音が、爆弾が飛んでく映像が出てから、一拍置いてピューンってことがなるんですよね。ほら。で、爆発も、爆発の映像が出てから一拍置いて、爆音が鳴るんですよ。これが、わずかな差じゃんって思うかもしれないですけど、実践だと結構、シビアで。映像とこのボタンの操作は同期してるんだけど、音だけ一拍遅れるわけです。で、一回
こいつを接続を切って、ヘッドホンのスイッチを切ると、自動的にマナーモードになるようになってるんですね、スイッチは。多分そういうモードをオンにしてるってことか。で、今度、サウンドピースのスペースをつけますけど、こいつがちょっとなんか Bluetooth の接続に癖があって、繋がんないことがあるんですよ。それが今ちょっと気になっていて。じゃあちょっと電源を入れてみます。入りましたね。これ、うまく繋がんなかったときは、一回サウンドピース側の電源をオフにして、もう一回入れ直す。で、電源オフにしてから3秒以上待ってから電源をもう一回オンにすると、大体の場合、一回ミスっても次の時にはうまくいきます。ただ、なんでしょうね。そのファームウェアのアップデートとかでちょっと直ってくれるといいんですけど。で、サウンドピース自体はスイッチと相性のいいヘッドホンとかイヤホンとかっていうものの、そのなんかブログみたいなものでよくその紹介されていて、実際使ってる人もそれなりに多いとは思うんですよ。なので、イヤホンのサウンドピーツのその Air3 とか4も出てるのかなとか、ソニックって言ったかな、もうちょっと廉価版のやつとかは多分そんなに問題なくて流ると思うんですよね。で、僕はヘッドホンのタイプが欲しかったんで、ヘッドホンのスペースってやつ、これを買ったんですけど、こいつに関して言うと、ちょっと癖があるみたいだよという感じですね。で、これがなんか僕の個体の問題なのか、2台繋いでるからかなと思って、こっちを登録解除したりしたんですけど、それでもやっぱり1回ミスることはありますね。で、ちょっと一回電源を切って、繋がりましたね。だからちょっと一回この一手間、今、15秒、20秒ぐらい多分かかったと思うんですけど、みたいな手間が時々発生するみたいです。で、こいつがだから僕のこの個体のその問題なのか、スイッチとこいつの相性がなんか悪いのかちょっとよくわからないです。でも、どうだろうな。なんか大丈夫だと思うんですけどね。他の普通に僕がまた初期不良品を引いた可能性もありますけど。で、とりあえず、で、電源を入れるたびに、この電源ボタンを3回、カチカチカチって連続で押して、で、このゲームモードというのにしないと遅延が発生しちゃいますと。で、今これが今ゲームモードになったんで、ちょっとやってみようと思うんですけど。弾打ちますけど、せーの。遅延がほぼないんですよね。これは、だから自分としては長らくこの、遅延の問題で悩んでいたんで、すごい画期的というか、ありがたいというか。そうですね。爆発の映像と爆発の音の同期と自分のボタンの操作と、1フレーム、2フレームちょっと、遅延してるかもしれないですけど、多分大丈夫。実際に自分でこれでゲームやってみて違和感ないので、大丈夫じゃないかなと思います。だからもうちょっと自分が上手くなっていった時に、このわずかなその1フレームだか2フレームだかの遅延が気になるようになるかもしれないなと思いつつ、とりあえずワイヤレスで Bluetooth で接続できるそのヘッドホンの中では、かなりいいんじゃないかな。ということでした。というわけで、サウンドピースのスペースというヘッドホンの紹介でした。スイッチに使えるものの中でゲームモードがあって、その低遅延で遊べるものとしては、他にもちょっと候補あるのかもしれないですけど、僕が調べた中では、価格と性能のバランスでノイズキャンセリングも入っていて、あと外音取り込みも入っていて、だからゲームやってるんだけど、外の音もちゃんと聞こえるみたいなモードにもできて、あるいはそのノイズキャンセリングで外の音を完全に消してゲームに集中することもできて、普通の有線のコネクタもあるんで、線つなぎたければ有線にもできて、バッテリーの持ちが良くて、デザインも良くて、耳に当たる部分の素材なんかも非常に柔らかいクッションで圧迫感がなくて、かなりいいんじゃないかなと思います。僕はかなり頭でかい方ですけど、問題なく付けられています。11歳と7歳の子供らもこれ付けて、7歳の子はちょっとこれでかすぎましたけどね、大丈夫だったんで、問題ないんじゃないかなと思います。充電はUSB Type-C です。Bluetooth の接続でスイッチとつなぐときにちょっと手間取ることがあるみたいだよっていうことと、毎回ゲームにやるときはここを3回カチカチカチって早押しして、ゲームモードに切り替えるのを忘れると、遅延が発生しちゃうんで、それ気をつけてっていうことぐらいですかね。個人的には、何度も言うけど、Bluetooth のところでちょっと
もたついたんで、その部分はちょっとマイナスですけど、それ以外は非常によくできています。だからうまくつながなかった時に10秒ぐらいやっちゃってやり直さなきゃいけないのはちょっとめんどくさいですね。ということでした。サウンドピーツのスペースというモデルの紹介でした。このチャンネルはこんな感じでガジェットの紹介をしたり、手帳や文房具の紹介をしたり、マネースの紹介をしたり、時々ちょっとコーヒーの話をしたりするような、割と雑多な、なんでしょう、おじさんの趣味みたいな。これはおじさんの趣味とも違うか。チャンネルになります。もう一つ僕はプロのイラストレーターなんで、安部義俊画法という、チャンネルを作って、そっちでは絵の話だけをしている専門のチャンネルになります。どちらも、見ていただけると嬉しいです。ということでした。ありがとうございました。ではでは。はい。ちょっと遅延に関して再チェックしたくなったんで、もう一回だけちょっとやってみます。サウンドピーツのスペースですね。まず電源を入れて、ちょっともう一回やります。同じく NZAP89 だっけに合わせて、せーの。これが今ゲームモードオンの状態ですね。ゲームモードオフにしてみるか。これで今ゲームモードがオフになりました。せーの。そうですね。なんか明らかに一拍遅れてますね。